2022年5月9日の TDPT のバージョン 0.5.1 Windows 版と WiDAO とブレンダーの 3.1.2 の VMC4B が入った状態のもので、モーションキャプチャーができるかのテストをしていきたいと思います。統治課の永田です。よろしくお願いします。セッティングについてですけども、Windows の PC があります。Windows の PC にウェブカメラとして今、ウェブカメラの代わりに、α7S っていう一眼レフのデジタルカメラを使っております。こちらはウェブカメやノートパソコンの PC に内蔵のカメラでも結構です。iPhone XR ですね、を、フェイスキャプチャーとして使っております。こちらは WiDAO が入っている状態となります。画面切り替えを行います。WiDAO の Windows 版をインストールを行って、すでにもうカメラの認識を行ったところです。こちらの左上のソースデバイスからウェブカメを選択していただけると、その動きをモーションキャプチャーすることができます。ちょっと動いてみてください。はい。そして、このバージョンから指のトラッキングができるようになったようです。はい。指の動きね、ちょっとしっかり見せてください。ありがとうございます。指の方の設定ですけども、コンフィグレーションからアッパーモードの中にあるユースハンドトラッキングをオンにすることで実現します。もう一回指の方を動かしてみてください。はい、3、2、1、スタートのように、スタートしていただけると、音や映像と合わせやすいかなと思います。ちょっとフォーカスがずれているようですね。フォーカスを少し合わせ直していただきます。はい、でカメラの位置に関しては、目線の高さよりも、お腹や胸の高さあたりで合わせておくと、より良いと思います。上向きにしたり下向きにしていると、足元の動きの位置がきれいに取れないことがありますので、その点気をつけていただけると、より精度の高い動きが取れるようです。こちらをブレンダーの方に入れていきたいと思います。あとはですね、今これは iPhone の方に WiDAO の画面が映っております。iPhone の画面を映しているだけで、まだ Windows の方には取り込んでおりません。では、これからですね、ブレンダーを起動していきます。はい、ブレンダーの方が起動しました。続けてこれをですね、新規の、プロジェクトを作成します。箱はいらないので、箱は消しておきます。インポートで、VRM ですね。VRM インポーターはすでにインストールをされている状態となっております。VRM ファイルの花ツールというのを使ってパーフェクトシンク化したものですね。右側の WiDAO でも使っているもの。こちらをインポートします。同じくこちらの TDPT の方でも読み込まれているものです。ビューを選択します。ビューを選択してカメラトゥービューにして、カメラトゥービューをチェックを入れた状態でカメラを選択します。中ボタンをドラッグしてカメラアングルをこのように調整していきます。パンを使って、あと中ボタンのドラッグを使ってカメラの位置を調整しておきます。調整ができたらチェックを外します。そしてもう2段階ぐらいですかね、寄っておきます。今、テクスチャーが剥がれている状態ですので、フラットにして、そうですね、このプレビューをですね、こちらのシェーディングプレビューモードにした状態で、右側の、ビューポートシェーディングのオプションからテクスチャー付きですね、このフラットのテクスチャーにしていただけると、割と近い印象で表示されると思います。ボーンが不要な場合は、ボーンをオフにしておくと良いかと思います。続けて、今度は、WiDAO の方の設定画面を開きます。この3本線のね、ところが設定になっておりますので、この3本線の設定を開きます。閉じるときはもう一度3本線を押す形になります。はい。では、192.168.0.10と出てます。これは私が今使っている Windows PC の IP アドレス。そして、その39540のポートに対してデータを送りますよということが書いてあります。ブレンダーの方ですね。ブレンダーの VMC4B で192.168.0.10を入れます。192.168.0.10。こちらは皆さんの環境によって変わるということを覚えておいてください。39540ですね。を入力します。アーマチュアはアマチュアですね。こちらの、今読み込んだ Vroid の
ファイルのアーマチュアを適用してコネクトをします。これで、はい、顔の方の認識ができているのがわかるかと思います。はい。そしてこちらのですね、すでに TDPT の方ですね、すでにもうデータが送れてしまっている状態でしたので、こちらの設定も説明していきます。コンフィグレーションを起動して、Others の SendVMC プロトコルにチェックを入れて、同じ IP アドレスですね、192.168.0.10の39540を送ります。これで OK を押します。これで両方のデータがブレンダーに同時に送られる状態になっています。はい、指の動きいかがでしょうか。取れているようですね。収録前にフレームレートの設定をしておきます。VMC4B は 120fps で撮影しますので、シーンの方の設定も120にしておきます。10秒ほど撮っていきたいので、収録していきたいと思います。で、指で3、2、1スタートって言いながら、やりながら声も発声してください。では参ります。お願いします。3、2、1スタート。大阪電気通信大学大阪電気通信はい、終わりました。止めます。はい、今、収録の方が終わりました。では、データの方を見ていきたいと思います。で、ディスコネクトすることで、プレビューが行われます。3、2、1、スタートですね。で、今このブルブルしてしまっているので、こちらですね、修正していきたいと思います。顔の方もね、取れているのがわかるかと思います。取れてますね。実体している2つのデータをですね、1つにまとめていく作業をしていきたいと思います。まずは、このアーマチュアの方を選択します。アーマチュアの方を選択して、タイムラインのモードをですね、グラフエディターに切り替えます。続けて、はい、モーションの方がこの上下のズレをしてますので、こちらの修正をしていきたいと思います。アーマチュアからルートの方を選択します。そうしますと、オブジェクトトランスフォームとルートがあります。ルートの方は目をつぶしていただいて結構です。オブジェクトトランスフォームの方の XYZ のうち X だけを表示します。その状態で、こちらのノーマライズの方を押してください。そして、マウスカーソルをこちらのグラフエディターの方に持っていって、0キーを押すと、このようにアニメーションが表示されます。今、ピクピクしているのは、この0のキーフレームですので、0のキーフレームだけを選択します。もうちょっと広げて、このキーフレームを削除したいと思います。うまくドラッグでグラブ選択して、X キーでデリートを行います。これできれいなグラフが取れました。次は Y 座標をやっていきます。Y 座標はマイナス1に集まってますので、こちらで X キーをしてデリートキーフレームをします。はい。そして最後に Z ですね。Z も1ですね。1.0 にデータがあるので、こちらもデリートキーフレームします。はい、再生します。精度の高い状態でキャプチャーができているように思います。今、沈み込みが起きてますので、こちらに関しては先ほどのルートの、Z 軸ですね。こちらのキーを全部選択して、G で移動ですね。で、Y 軸に固定するで Y を押して、上に上げれば、このように床に上がると思います。このような形で、調整することで床の上に乗っているように調整することができます。以上になります。ありがとうございました。